Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さん元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい、日本はですね、この前までゴールデンウィークがありまして、で、そう、祝日が続いていたので、ね、長めのお休みがあって、その期間をゴールデンウィークって言うんですけど、そう、ゴールデンウィークがありました。で、その期間に私はちょっと両親の家に帰りました。なんで、そう、茨城県にちょっとだけ帰っていました。はい。皆さんは最近は何をしていましたか？よかったらコメントで教えてください。みずきチャンネル登録お願いします。はい。で、そう、今日何を話そうかなって考えてたんですけど、ちょっとね、また私がなんとなく話そうって思ったことを自然な感じで話していこうかなと思います。はい。ね。で、今日はですね、大学生の時にしていたアルバイトの話をしようかなと思います。はい。で、私は大学生の時に、何個バイトしてたかな。まず、そう、1、2、3、4かな。そう、4つバイトをしていました。はい。で、その間に、例えば夏休みとか、ちょっと長い休みの時は、単発のバイトって言って、1日だけとか、そういうバイトもしていたんですけど、それ以外で大きく分けると4つアルバイトをしていました。はい。で、この4つですね、全部1つの動画で話しちゃうと、ちょっと多分すごい長い動画になっちゃって、またちょっとね、編集が大変になりそうなんで、分けて話していこうかなと思いますんで、皆さんよかったら、アルバイトシリーズ全部見てってください。はい。で、1つ目はですね、塾で働きました。はい。私は高校生の時はアルバイト禁止っていう学校だったので、大学生になって初めてアルバイトというものをしたんですけど、そう。それで、そう、初めてやったアルバイトが塾でした。はい。塾っていうのは、学校で勉強するじゃないですか。で、その後、夜とか、あとは学校がないお休みの日とかに、もうちょっとなんか誰かに勉強教えてほしいよっていう場合は塾に行きます。はい。そういうところです。で、そうですね。別に勉強がめちゃくちゃ好きっていうわけでもなかったんですけど、嫌いでもなくて、まあちょっとどちらかといえば好きな方だったかなっていうので、そう。で、多分高校生の時とかも勉強わからないよっていう子に、ちょっと友達に教えたりとかしたら楽しかったなっていうね、思いがあったので、じゃあちょっと塾でバイトをしてみたいなって思って、塾で働きました。はい。多分ね、どうだろうな、1年働いたかな、働いてないかなぐらいだと思うんですけど、はい、大学生の初めてのアルバイトは塾でしたね。はい。基本的には中学生がたくさんいましたね。中学生をメインに教えていました。うん。私は数学と英語を中心に教えていましたね。そう。日本人に教えてたんですけど、そう。数学と英語で、たまに、小学生がいたりした時は、理科とかも教えていましたね。そう。で、高校生がいたら、物理を教える時もあったし、っていうぐらいだったんですけど、はい、そう、数学と英語がメインでした。はい。で、そうね、まあ、大変なこともありましたけど、やりがいもありましたね。そう。大変なことで言うと、
なんだろうな、例えばまあ塾に自分で行きたいって言って行く、ね、学生もいると思うんですけど、やっぱりね、親がもっと勉強してきなさいって言って来る子もいるんで、あんまりね、ちょっとやる気がない子とか、寝ちゃう子とか、ちょっとおしゃべりばっかりになっちゃう子とかね、いて、で、そういう子にちょっとどうやってね、勉強してもらうかとか、ちょっとふざけながらね、楽しく教えたりとか、ね、そう、できるだけ、ね、一緒に勉強してくれるようにっていうので、ちょっと大変なところありましたね。そう。一人で、そう、同時に3人見てたりとかして、そう、ちょっと大変な時もあったんですけど、まあね、教えて分かってくれたら、すごい嬉しかったですし、ね、今、もう日本語教師やってて、そう、日本語教えてるぐらいなので、そう、多分そういうの何か教えて、で、それで分かってくれて、なんか自分も嬉しいなっていう、そういう気持ちがあったので、そういうところでは、塾もね、楽しかったです。はい。なんですけど、そこは、そう、多分1年ぐらいで辞めたかなと思います。そう。その次にね、スシローって聞いたことありますか？皆さん、お寿司屋さんですね。そう、スシローでバイトをしたんですよ。はい。私はお寿司がめちゃめちゃ好きなので、どうしてもその後お寿司屋さんでバイトをしてみたいなっていう気持ちもあったので、そう、塾はまず最初辞めずに、2つ掛け持ちでやろうと思って、スシローのバイトも始めました。で、なんですけど、ちょっとやっぱりね、そう、スシローの方がすごい忙しかったりとかして、そう、2つがね、大変だったんですよね。そう。で、あともう一つそう理由があって、その塾で、先生やってた人、私と同じようにアルバイトをしていた先生と、一回そこでお付き合いしたんですよ。そう、恋人になったんですけど、本当少しして別れてしまって、ちょっと気まずいじゃないですか。で、うん、アルバイトだったので、ね、そんなこと言ったらちょっと責任感ないよとか言われるかもしれないんですけど、はい、バイトだったんで、ちょっと、なんか気まずいな、嫌だなっていう思いと、そう、スシローをもっとやりたいなっていう気持ち、2つあって、塾の方はやめました。はい。なんで、その次、スシローアルバイト時期に入っていくんですけど、ちょっとまたスシローの話は次回の動画でしようと思います。っていう感じで、塾で最初アルバイトしましたよっていう話でした。はい。皆さんはどうですか？初めてのアルバイトは何をしましたか？はい。で、そしてね、いろんな理由があると思うんですけど、もし、大丈夫だったら、どうして辞めたかっていうのも教えてください。はい。じゃあ今日はね、ここまでにしようかなと思います。ちょっといつもより結構自然な感じで話したかな。いつもね、自然に話そうっていうのを目標でやってるんですけど、今日は結構カジュアルな感じで話せたんじゃないかなと思います。はい。で、そうですね、いつも通りなんですけど、会話を直接私と練習したいよっていう方はですね、プレプリで私レッスンやってますので、ぜひそちらに遊びに来てください。はい。で、ちょっとですね、最近忙しくて、1週間に1回この長い動画と、あと、ショートのひらがな動画上げてるんですけど、ちょっとね、たまに心折れそうな時があるんで、もし皆さん大丈夫だったら、バイミーアコーヒーで私に飲み物をおごってください。はい。もしくは全然コメントでも嬉しいので、コメントでたくさん応援してください。そしたら頑張ります。はい。ということで今日はここまでにしたいと思います。皆さん聞いてくださってありがとうございました。じゃあまた次回お会いしましょう。またねー。See you later. Bye bye.